皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はオーバーヘッドの、ショットについてお話ししていきたいと思います。でオーバーヘッドなんですけど、これまでね体幹の使い方いろいろ話してきたと思うんですが、体幹のねその背骨とか、体側伸ばしとか、体幹ねじり、背骨ですね、で体側伸ばし、体幹ねじりで股関節、全部必要な要素になってきます。だからオーバーヘッドでねすごく難しいんですね。で自分もいろいろ教えてきて、やっぱりオーバーヘッドを教えるのってすごく難しいんだなというふうに思っております。でそれをね少しずつ説明していきますので、理解してもらえればなと思います。で、まずグリップなんですけど、グリップに関してはねここではあまり深く説明しません。今回は、また後々ねグリップのことについて話したいと思うんですが、まずはイースタングリップ、こう縦にこう持つような持ち方、皆さんがね自分で持ってるような持ち方でいいと思います。ウエスタンだとちょっと、うまく打てないので、まずはこの縦にするような形で、持ってください。で、オーバーヘッドを打つ時に力のベースなんですけど、僕の考え方としては力のベースっていうのは2つあると思っています。で1つ目が体のこの回旋と、あと肩のこの振りですね。だから動きでいうとこういう動きです。右利きの場合はこう右上から左下にこう振っていくような動きの、これが1つ目の、力のベースになります。でもう1個の動きが今度は、腕をこうムチのように使う、ムチの動作ですね。この動きですね。でこの2つを、組み合わせてオーバーヘッドのショットを打っていくわけなんですけど、その体のこの回旋とこの肩のね、なんていうんですか、この回し、肩のこの回す動きを、振り回すような動きをメインにして打つスマッシュっていうのは、球が重いと私は思ってるんですね。で多分おそらくですね、こう球持ちがシャトルをこう打ってる、こう掴んでグーッとこう潰してる時間がちょっと長いんですね。だから球がグーッとこう伸びていくような、感じがします。ちょっと本当のところはちょっと分かんないんですけど、僕の中ではそういうふうに、思ってます。でただその代わり角度をつけるのがちょっと難しくなります。ね、どうしてもこう肩を回してしまうので、うまくいいところで当てないと角度がついていきません。で、そこでこのムチの動きを、ムチ動作ですね、この動きを組み合わせていくことによって、角度をうまくコントロールしていくような形になります。でですね、このムチの動作だけで打つスマッシュっていうのは角度はついて速い球は打てるんですけど、球自体は軽いなっていう僕の中では印象があるので、この体を回して肩でこうしっかり回して打つ球はスマッシュは速くなります。でもここだけで打つスマッシュっていうのは速いかもしれないんですけど、球自体は軽くなります。おそらく球持ちがすごく短いのですぐ開いちゃうんですね。そうすると、減速しやすいというのもあって、感覚的にはなんかこう軽いスマッシュだなっていう印象がある。ちょっと本当かどうかわかんないですけど、僕の中ではそういうふうに感じます。で、打ち方なんですけど、まずはですね、こう打ち方もいろんな種類があってですね、例えば上半身だけで打つパターンで、股関節使って打つパターン、こういろいろあると思うんですね。でまずは僕の中では例えば後ろから遠くまでクリアをしっかり飛ばすのは、上半身だけでまず打てる力を作ってほしいなと思います。もちろん打つってなるとこう股関節からこうやってね打つ打ち方が基本にはなってくるんですけど、試合の中でね股関節使えない場面っていうのは必ず出てきて、でそうでなくても後ろまで飛ばせる力っていうのが基本的にあると、多分楽だと思います。ね、必ずこう打たないと後ろまで飛ばないっていう人はそうじゃない、こうちょっと苦しい場面になった時にもう飛んでこないって相手がもう分かってたら、絶対こう前に詰められてしまうっていうのが、分かるので、だからまずはこの上半身だけでしっかり飛ばす力をつけてほしいなというふうに僕は思ってます。で今日は股関節から打つ時の話ができればいいなと思ってますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。まず
上から打つ時に、すごく難しいんですけど、まず体をこうひねる動き、このひねる動きですね、このひねる動きを、作っていきます。でこれを今度立体的にこう右上から左下、右上から左下っていう動きでこうひねっていきます。でこの体重移動、体重も右から左、右から左、右から左っていう動きですね。はい、この動きをまず作ってください。でこの動きだけだと、このさっき言った力のベースの1つ目、体の回旋と、肩のこの振り回す動きですね。でそこにこのムチ運動を入れるんですけど、そのムチ運動を入れる時に、どういうふうにムチ運動を入れていけばいいかっていうのが結構分かんない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、これはですね、このポイントは左手になります。で左手を、うまく使っていくんですけど、最初は構えてこう左手ぐーってこう下げていきます。で最初は体を回旋していく動き、回旋していく動きを作っていって、で体が正面に来た時に、ムチ運動を作りたい時ですね、そのムチ運動を作りたい時に左手をですね、こう肩からグッてこう戻してきます。グッて戻してきます。そうすると体の動きがここで一旦止まって、腕がビヨンってこう出てくる流れになってくるんですね。でそれをこの左手を戻すタイミングで、戻す時にこういう肘先だけで戻したらダメなので、ちゃんと肩からこうグッて戻してあげる。上手い人になってくるとそれがほとんどもうこう小さくこういう感じで作っています。でこの左を戻すタイミング、グーってここまで戻す必要はないんですけど、小さくていいのでしっかりこの戻すタイミングを作って腕がこうビヨンって出てくるようにしてください。でその時に結構肩に力が入っちゃうとこの動きが作りにくくなります。だからこの動きを作るためにまず、構えて、さっきのこの回旋運動プラス今度はですね、胸を最初広げておきます。胸ぐーっと広げるっていうのは、背骨を反るイメージですね。反るイメージでいくとこの肘が出やすくなってきます。でその肘をぐーっとこう肘が出やすくなってきて、でここの正面で左手をクッと戻す時にビヨンとこう出てくるように意識してもらいます。でこれ実際振るとですね、こういう感じなんですけど、このスイングをね必ず左下に持っていかなきゃいけないわけではなくて、真下でもいいです、ね、正面でもいいです、どこでもいいです。こうなっちゃっても多少いいです。それはその時その時なんですけど、だから必ずね左下に持ってこようとするとすごく難しくなってしまうので、まずはここから真下に持ってくる、真下に持ってくる、真下に持ってくる、この左手の戻すタイミング、ここから回旋して正面来たら左手をグッと戻していく。でその時に、胸をずっとね反らしたままの人が多いんですけど、反らしたままだと可動域がここまでしかいかないです。そうするとあとは自分で力で止めなきゃいけないので、すごく肩に負担がかかって肩を痛めたり、疲れちゃったりするので、この胸を広げます。背骨をこう反る動きですね。ここからぐーっと正面に来たら、今度はこの回旋の動きを作っていくために、左手を戻すタイミングと、あと胸を丸めていく、今度は丸めていきます。で丸めていくとこの回旋がぐーっとこう内側に入ってきて、で行くところまで行っちゃえばあとはビヨンって戻ってきます。これをね力で止めちゃうとすごく肩が疲れて痛くなったりするので、行くところまで行っちゃう。そうするとその時に胸はこう丸めていく感じ、丸めていく感じで、そのままこっち、その打った後は左下に流れてもいいですし、真下に来てもいいですし、それはもう必ず左下っていう風にはしないで、ここだけでいいと思います。はい、ちょっとですね難しいんですけど、この左手を戻すタイミングと、あと胸を使うタイミングですね。この胸を反ってぐーっと正面に来た時に丸めていく、丸めてっていく。でその時に肩に力が入ってるとここでうまくこの動きが作れなくなっちゃうので、最小限の力、ね、肩も上げてるだけ上げてて、ここから振っていく、
こう左手を戻すタイミング、これを、ちょっと意識してほしいなと思います。じゃあ実際にちょっと打っていきたいと思いますので、見てみてください。はい、じゃあまず回線だけで打つパターンをいっていきたいと思います。すいません、お願いします。はい、回線、オップ、はい、こういう感じになってきます。で、これを今度はこのムチ動作だけで打っていくような感じですね。ここだけで打つ。ここだけ小さくムチ動作。最後に手首が上に残るようなイメージです。はい、じゃあいきます。これをパパこの左手を戻すタイミングが結構大事になってきます。こう正面来て左手戻しながら胸を丸めていくっていう動きですね。はい、もうちょっとお願いします。はい、OK です。はい、そしたらですね、今度はその両方、この体の回旋とこのムチの動作を両方合わせて打ったショットを、やっていきたいと思います。はい、OK です。はい、こんな感じでですね、ムチ動作の動き、回旋の動きで、それを組み合わせた動きを、割合をですね、うまくこう使い分けながら、ちょっと角度つけたいからムチをちょっと多めにいこうとか、スマッシュ速くしたいから体の回旋強めにしていこうとか、そういう割合をですね、うまくコントロールしながらショットをですね、操れるといいかなと思います。ぜひ参考にしてください。